給料は MBB でトップ。昇格のスピードがダントツで一番速い。それの労働時間詰め文化とちょっと異色を放ってて、はい、で逃げられないって話。2桁億いくかいかないかぐらい稼いでるパートナーでマッキンゼーより多分 BCG の方が戦略からインプレまで全てやってる。でも戦略コンサルティングってそこに絞って生き残るかっていうと、まあもしかしたら勝てるかもしれない。これからの時代に残るようなコンサルっぽい仕事をしたいんだったら来ましたねまず BCD ではないからいやその戦いに多分マッキンゼーは残れないと思うんだよね。マッキンゼーは知ってるけどメインどこみたいな。で最も自頭いいところは321。今日は史上初の MBB3 社比較を、それぞれですね MBB の卒業生を1人ずつ集めて徹底比較をやっていきたいと思います。今日はですね3人元 BCG シカゴのトニー、元ベイン東京の涼介と、元マッキンゼー東京の豊です。はいで3人で徹底比較をやっていきたいと思います。パチパチ。MBB ですね、外から見ると何が違うのかよく分かんないという印象もあると思うので、今日はですねクイズ形式でどこがどう違うのか、どこが最強のコンサルティングファームなのかっていうのをですね決めていくのをやっていきたいと思います。はい、それでは第1問目、ドゥク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 ドゥン、最も地頭がいいファームはどこだ。わかんね一頭地頭いいとこね。いくよ、はい、3、2、1。おー面白い。面白いね。マッキンゼーの人って自分たちが頭いいからって言っちゃいけないような気がするんで。確かにブランディングですか。ブランディングです。はい。まあ特に東京のオフィスでいうと、そもそも母数がベインだけ全然ちょっと少ないんで最近は。それで平均はベインの人かなって感じはします。そうなんだ。どうですか。ちょっと俺だけ申し訳ないな。アメリカだとまあ、ファーム別にちょっとイメージっていうのがあってなんかベインはそのワークハードプレイハードっていうイメージがあってで、まあ、一番楽しい人たち、でマッキンゼーはまあそのエクセレンスみたいなそういうコンサルの王道みたいな感じですごいアンビシャスな人たちも多くて、で BCG は知的好奇心ですごいちょっと勉強好きなそういうイメージがあって、実際俺も入社してみてすごいPhD の割合が高くて、頭のいい人多いなと思った。これちょっとオフィスによって違いだいぶあるから何とも言えないんですけど、ちょっと少なくとも東京オフィスに関しては、俺の知ってる範囲だとちょっと同意できないですから母数の問題はあってってなったらベインが多分200人でもそんないるんだ今、ね、逆に俺が入った時100人ちょいとかだったけど、多分今200人ちょい300いくいかないみたいな、めっちゃ成長したね。そう多分そういうサイズなんだと思うんだけど、マッキンゼーが多分その2倍ぐらい。そう俺が入ったのが2020年とかだったんだけど、その時こう100人とかだったんだよね、全体が。で辞めれたのが2024年なんだけど、その時まあ1000いくかなぐらいの感じだったから、1000かみたいな。そうじゃあ3倍近いのか今。そうそう BCG が多分 3,4 倍じゃん。そう1500ぐらいはいってると思うからさ、超えてるかも。いや、ぶっちゃけね500人以上ね地頭の人集まんないから。そういやまさにそれで、それがそのカウンター1500人のアベレージを取った時にどう考えてもばらつきが出ちゃう。まあね、ケースの種類も大きすぎるがゆえにちょっとインプリ多かったりするじゃん。だからそうなると必要な能力値がちょっとずつ何目的採用かによって違う気がしてて、そういう意味ではまず BCD ではないかな俺の思考回路で俺の中でベイン VS マッキンゼーでいくと、さっきのファームカラーの話でいくとベインって地頭あるけどなんかカルチャーというか、 そのコミュ力みたいなところも割と重視して、それ以外の要素でファームを作ってる感じあるんだけど、マッキンゼーはなんか割とピュアロジックというか王道を言ってるから、そういう意味ではやっぱそっちの方が強いのかなっていう、総合得点じゃなくてそこにやっぱ特化した時にいくとザ・ファームなんで負けんじゃないかなまあだからやっぱさ大体グループに分けた方がいいと思ってて、そのオフィスのなんか四分率で下の25下中央の25ぐらいの話で言うと、まあだから全体的にまとまってるのが多分ベインで、中央値がちゃんとです。マッキンゼーも最近はもう全然そんな頭良くない人も多分いるだろうし、じゃあちょっと地頭最もいいボーティングをしていきますけど、大丈夫ですか。はい大丈夫です。はい決まってるから。で最も地頭いいところは321ね、それはもう中央値平均してますから、ありがとうございます。地頭がいいのは私ということで。じゃあ今ベインがリードして。いやあなたとは言ってないお前とは言ってない第2問はですね、稼ぎが一番いいのはどこだ。いやだからいつのタイミング定義としては、新卒入って10年間そのファームで働いたと仮定したときに、10年も働くか置いておいて我々みんな3年4年なんでねあれですけど、10年働いたと仮定したときにまだ多分パートナー到達するかぐらいかなと思うんで、としたときに最も稼ぎが総合的に良かったのはどこだっていうのをやりましょうって感じで、3、2、1
おお、面白い。でもちょっとストレートはそうね、ちょっと聞いてみよう。まあだから、これは定義は10年と言いつつどれぐらい早く上がるかもあるじゃん。それがでかいよね。そうそうただパートナー10年目ってことはまあ早いけど、知ってる人は知ってると思うけど、多分アナリストとかアソシエイトが他のファームより高いかっていうとそんなことはないと思うんで、いくら？大体新卒で600万いくかぐらい、あそこは1100からみたいな。2年経って1100。そう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 。EM が1800からぐらい。でそこが4年か入社。で、AP が2300とか500とかそれぐらい。で、2年パートナーが6000からって感じ。なるほどね。はい。多分今もうちょっと上がってるかもね。ちょっと上がってるかもね。確かに。ここも国によってちょっと違うかもしれないけど、アメリカの場合、BCG が一番給与が高い。ジュニアのレベルでは。同級だったら一番高くて、で例えば俺新卒だった頃9万ドルがベースでアソシエイトでマッキンゼーが8万ドルか8万5千ドルかそうだったわけ。それがマッキンゼーに投票したのは昇格のスピードがマッキンゼーはハイパフォーマーはいいダントツで一番早い。そうかも。最近ちょっと BCG も変わってマッキンゼーに負けないようにそのプロモーションストラクチャーを変えたわけ。例えばマッキンゼーの場合 BA から EM に直接いけるわけじゃん。それはね多分 US はそう。US はそうなんだ。日本は違うんだ。日本は違う。そうなんだね。BCG さ、有名なイケメン超若いパートナーいるじゃん。知ってる。だからちゃんだか。そうそう。去年あったよ。あった。なんかの記事で読んだ時に超最速で上がれたじゃん。そういう仕組みがあるんだっていうので、そのプロモーションサイクルは結局どれだけ加速できますかが俺もなんか価値基準で、メインって速くなるんだけど、もちろん飛び級できないし、速いの限界があるのよね。BCG の方がその辺がファストトラックできるっていうその人の話とかもあってイメージがあって、ちなみにいくらぐらいずつもらえるのそれぞれで。ベインは入社の時に600いくらかで、まあだから50万ぐらい高いんだよね。そうちょっとそうなんかそれはなんかねファームでも言ってて、新卒入社の時の給料はMBB でトップに常になるように調整してる。そうそれ聞いたことある。50から100万ぐらい高い。そうでその後が2年経って俺らが SAC ってなって、それが1050万とか1000。はいはい。2年経って。でもそこでもう逆に超えちゃうんだよね。そうでその後また1年半でコンサルタントになるんだけど、それが1500万スタートとか、でもその時点で俺らが、5年半だけど6年で EM が1800じゃん。だからオントラックになった時も負けてんだよね。そうだよね。で C から M にまた2年経って、でそうなるとようやく2000万超えてくる。そうなんだ。だからもう徐々にこの追い抜かれていくっていうのは、なんかその後マックとベインだとあって、早く登れるのが BCG ってイメージだったから、俺そこに行こうとしたのよね。パートナーのさ、なんかプロフィットシェアの話とか知ってる？どんぐらいとか。いやなんか話したら刺されたりしないからこれ大丈夫。別にあんま知らないんだけど。こんな感じのオフレコ話をもっと聞きたいと思ったらいいねと登録お願いします。お願いします。ベースがそれこそ6000万からって言ったじゃん。でシニパになるとシニパのスタートが多分2億ぐらいだからその間で何かがあるんじゃないかな。ただ聞いたことあるのはそのパートナー1年にやるに従って1000万ずつトースター数列で増えるらしいっていう噂です。メインはでもね面白いのが確かにシニマネからプロフィットシェア始まる。そうなんだ。そう早いのファクトチェックしてないんだけど、噂によると我々はそんなにやってないから何を語ってんねん。そこまで言ってないからだけど、でもねパートナーのベースなんか噂によると5000万。まあだから似てる。そこでちょっとちょい負け、1000万はちょいというかでも上はやっぱね2桁億いくかいかないかぐらい稼いでるパートナーを最終ボートしていきますから、じゃあ稼ぎが一番いいところ10年間で稼ぎが一番いいところはどこだの、ファイナルポットね、321。まあそうだよね。10年間だとそうだと。1、2年目だけやっぱちょっとね額面が安くして新卒をそれでも入りたい人がじゃあ第3問目、最もブラックなのはどこだ。労働時間もそうだし、なんか詰め文化もそうだし、そのアップアウトの厳しさとかもそうだし、総合的にブラックなのはどこだっていう考え方で、これに関しては一番選ばれた人が1点マイナスということで、321。ベインにやります。ベインなんだ。これは俺はもう単純にやっぱペグチームのでかさがあって確かにね。ペグチームってプライベートエクイティのデューデリジェンスのみをやるんですけど、ベインにはそれの労働時間とか詰め文化というかがちょっと異色を放ってて、当然のように毎日12時を超えるし超短期集中だから普通のケースよりもやっぱ密度が高い。でそれを6ヶ月ローテで大体みんな回すから6ヶ月間はその地獄の中でさまよわなきゃいけないっていうのがあって、他のケースとか他のファームとかまでいろいろあるだろうけど、そこをちょっと特に特化して見てみたらなかなか勝てないんじゃないかなっていうのが
勝てねえというか負けるとしかもそのペグって逃げられないって話。そう基本的にはその強制アサインでなんかのらりくらりできても時期が来たらもうなんだなんていうんだ徴収じゃねえや徴兵徴兵制コンスクリプトされるそう徴兵制だからなるほど兵役みたいな感じでそうだからそのまさに逃げられないっていう点でベインを選んだんだよね。マックもさっき言ったようにさ1000人ぐらいいるじゃん。だからいろんなものがいろんなケースじゃなくてスタディっていうけどがあるから正直なんか緩そうな方に行こうと思えば全然逃げられるしそういう意味で全然自分の生活をコントロールしたいんだったらそれを選べばいいからそういう人を選べばいいしそういう案件を選べばいいしただペグじゃなくて我々こう PEPI プライベートエクイティ&プライベートインベスターズって言ってるけどローテーションが同じくあってローテーション希望して入るとそれなりにきついんじゃないみたいな。だからねずっともう朝からやって2時ぐらいに AP か P が来てじゃあ PS 始めようみたいなマジこっからみたいな。俺もそういうロジック多分 BCG じゃないなって思ったのがでかいからさ案件豊富だから自分がちゃんと選んで自分の労働時間ある程度コントロールできるわけじゃん。スタッフィングうまいようにやったら多分 BCG じゃないと思って整ったんじゃないですか。整いましたはいじゃあいきますよ、はい、最もブラックなのはどこだ。321はいおめでとうございます。いやマイナス1からったそれでは続きまして4問目合コンから商談まで最もブランド力が強いのはどこ。まずボーティングしていきますかね、はい、321おいこれはね、やっぱしょうがないよね、ザ・ファームですからね。そうブランドやっぱり、コンサルといえばマッキンゼーみたいな、あるじゃないですか。マッキンゼーならみんな知ってるみたいな。知ってるよね。ベインって知ってる人結構限られる。少数派でも確かに俺合コンでマッキンゼーは知ってるけどベインどこみたいな聞かれたことあるから。で商談もねコンペするっていうのは聞くよね。コンペはするんだよね。だから質問はさ合コンが強いって言うと商談が強いこれ合コンは強いかもしれないけど商談どうだろうかなと思ってて、マッキンゼーさんいいけどみたいななんか値札が超高いわけじゃん。確かにね、そういう意味で言うといいのか悪いのかなんともちょっと評価しづらいかもしれない。でも一番前のエピソードで話したスケープゴート的にこの会社がこれ言ったんですって言った時に、最もなんだろうね、その押し続けた時にそうだよねってなるのがやっぱマッキンゼーだと思うんだよね、それは。一方ででも日本国内市場では BCG が一番大きいし、多分その存在感は一番でかいと思うんだよね。だからそういう観点でから見ると多分ブランド力につながるかどうかその別の問題なんだけど、結構 BCG 知ってる人は業界に詳しくなくても聞いたことある人は多い説はある。でそれでモテたことある。逆にスペインですとかボスコンですとか言っていやだからそれこそなんかのエピソードで話したけど、そうでも多分合コンが最も強いのどこのオプションだったらどれでもないが多分確かあとマッキンゼーの方が一番アラムナイが強い説あるよね。そのブランド力につながる。結構起業家の人も多いし、普通に会社の経営してる人も多いし、それこそね Google のスンダー・ピチャイとかもそうだし、Facebook のシェリル・サンドバーグとかもそうだし、日本でもそれこそね DNA の南波さんとか、もっとマッキンゼーっていうと VC からお金もらいやすいっていうのはあるかもしれない。BCG の場合は、もちろんそういうセリル・サンドバーグ系、例えばうちの場合 JP モルガンのジェイミー・ダイモンとか有名だし、いろいろいるけど、なんかもうちょっと違う枠のアラムナイが有名で、例えばジョン・レジェンドとか歌手アメリカのポップシンガーベインはあんま出てこない。ミッドロムニーとか。ミッドロムニー。そうなんだ。政治家でいうとイスラエルのネタニヤフも BCG。すごいじゃん。政治家もそろそろいるよ。確かに。じゃあしていきますか。はい。ブランド力が最も高いのはどこだ。3、2、1。これこれ圧勝だね。これ圧勝。残念ながら。これはもう仕方ないね。第一早期って大事だよね。じゃあ次、5問目ですね。 AI 時代に最も生き残るのはどこだ。それもいらんのとちゃうと言われている部分もあるので、その中で形を変え姿を変え、ちゃんとネームを保ったまま成長し続けられるのはどこか。3、2、1。でも逆に言うと全部とりあえず1個出すならここなんだ。そうなの。なんか1個あるとしたらさっきのブランドみたいなやつはあるかもしれないよね。最終的に AI に聞こうが人に聞こうが自分で経営者ってどっか判断しなきゃいけないわけじゃないですか。答えは大体分かってるじゃないですか。コンサルに頼んだ時点で分かってるんだけど、その社内政治だったりだとか、他に外部に説明するだとか、投資委員会通さなきゃいけないとか、そういういろんな事情と政治力学の中でお墨付きを与えるために頼んでることが多いから、そういう意味で言うとなんかブランド価値があるところがこう言ってました。マッキンゼーがこう言ってました。それで済むじゃんっていう。一方でブランド力の差分ってあまりそんなに大きくないと思って、結局BCG ベインでも BCG が言ってましたって言っても強い言い訳になるっていう
のは変わらないので、じゃあそこじゃない点でどう判断するかっていう観点で俺が考えたのは、トラックレコードを見てみましょう。 BCG 特に、東京もそうだけど結構デジタル系のイニシアティブが豊富なわけ。ベンチャーズもやってるし、社内でいろいろケーパビリティを AI の前にも常に返してたんで、マッキンゼーより多分 BCG の方がテック系のケースを、インプレから戦略からインプレまで全てやってる。だからそこのレベニューストリームは今後多分短期的には多分成長すると思うし、長期的にもこれをやった経験がある会社が成長するテールウィンドとして使えるかもしれないっていうのが仮説。俺もなんか豊とちょっと似てる部分があって、いずれ AI の時代になってくるとそのジュニアの仕事がどんどんなくなっていって、で、シニアの仕事が残っていきますと。シニアの仕事って何ですかっていうと、そのクライアントの対人間にちゃんと寄り添ってできますかっていうのと、それをこっちから出てきたものをそれっぽくトランスレーションできますかっていうコンテクストに合わせてね、でそれはやっぱ人間から聞いた方がいいって人間がまだ思ってる限りは人間のその媒体が必要だと思うので、ってなった時にともそのバリューを出し続けられるのはどこですかっていう話はやっぱ Mac が強いんじゃないかなっていうのがあって、各社さもう AI エフォートやってるじゃん。なんかベインもオープン AI と手組みました、 BCG も組みましたって言ってるし、Mac はこの前なんかニュースでなんか6万5千分の従業員のうち2万5千が AI エージェントですみたいなニュースがこの前出てたけど、どこも結局 GPT ラッパーは社内で作るから、過去の経験値における積み立てはノレッジベースとしてもう積み立てるわけじゃん。だからそこはなんか言うてそんなに差ないんじゃないかなと思ってて、そので元データのね差分でいくと。でなった時にやっぱ残るのは対人間力の幅広さと信頼度になるから、最も強く居続けられるのはバリューアセット的に Mac なんじゃないかなっていうのを仮定。戦略コンサルティングっていう仕事に絞って生き残り続けるかっていう話と、コンサルティング会社として生き残り続けるかって話違うなと思って、トニーが言ってたのはどっちかっていうと別に戦略だけじゃなくてインプリもしますって、お困りごと全部やりますっていうことだったら確かに会社は生き残るよねと。Mac はテクノロジーの採用の言うて枠少ないかったりするしさ、もしかしたらシュリンクする可能性はある。そういう意味で言うとあるよね。コンサル会社っていう意味で言うと会社としてはそう。でも戦略コンサルティングってそこに絞って生き残るかっていうと、そこに絞ったらもしかしたら勝てるかもしれないねって。確かにインプリの部分面白いなと思うのが、US でそのオープン AI とかもさ、他のパレンティアとかも FDE、デプロイメントエンジニア、客先に行って客先の横でエンジニアリングをして解決策を出しますっていうのが職業になってるから、ちょっとテクノロジーを使わないコンサルトやってることずっと同じことやってるわけ、客先常駐して、なった時になんかそこの境目もだんだんなくなってくる気がするのよ。ないね。戦略、インプリコンサルと、そのテックカンパニーの FD、ってなった時に、シニアの戦略コンサルの部分を除いた時にそのコンサルファームとしての場合はこれになってきて、そうなった時にじゃあ FDE っぽい人間をどれだけハイヤーしてどれだけそのトレーニングできますかっていうのが多分今度ケーパビリティトレーニングイシュー、ハイヤリングトレーニングイシューになってくると思うので、必要な能力だったりなんかやる仕事が多分結構変わってくるんじゃないかなっていう。そうだね。いやその戦いに多分マッキンゼーは残れないと思うんだよね。FDE じゃあどこのコンサルファームが作れるのかってどこも作れないと思う。いやだからさ、これからの時代に残るようなコンサルっぽい仕事をしたいんだったらパランティアに行きましょう。確かにそういうこと、アクセンチュアとかそのさ割と先頭に立って、もうインプリもう客先ずっと行ってその IT やってこいみたいな、でもうそれのね上位互換が FDE だと思うんだけど、もうそれをやっていくとじゃあBCG は対アクセンチュア対パレンティアになりますかっていうと、なんかそれは競争はなんかもう勝てないんじゃないかなと思って。多分パッケージとして今売ってると思うんだよね。戦略からインプリまで一貫して。実際俺なんかサイドで学生とかコーチングやってるんだけど、中東とかコーチングやってて、BCG に行きたくない理由としてこういう仕事が多すぎてスタッフィングされるかもしれないっていう懸念があって、 BCG に行くんだったらトラテジー&に行くみたいな感じを言ったこと人もいて、いや絶対それやめた方がいいですよって言ってるんだけど、一応その一方で多分結構リスクヘッジングされてる戦略コンサルのヘッドウィンドに対するリスクヘッジングがされてるオフィスだと思う。最も近いのはじゃあそうなると BCG なのかもしれない。そうなってくるともうパランティアでいいよね。確かに時代はだからパランティアで。じゃあパランティアボーティングするここみんなパランティアでもって言い出した頃には遅かったりするんだよね。そうね。一旦ボートしますか。AI 時代にファームとして最も生き残るのはどこだ。生き残るね。ファームとして生き残るね。はいはい。よ、3、2、1。BCG。そうか、そうだな。生き残りではそうなのかもしれない。こっちで。はい。やった。ワンポイント。ヒヤヒヤしてる。はい、じゃあ6問目。最も魂を売ってないファームはどこだ。コンサルっていろんな案件を
やっぱクライアントがお願いされてやると思うんだけど、本当はやりたくないけど、お金になるからやる案件とかもあるだろうし、お客さんの言いなりになって本当はちょっとこっちじゃないかと思うんだけどなみたいな状態でその提案を出すみたいなパターンがあると思うんだけど、コーポレートに魂を売ってないっていう意味で、邪悪なことをしてないのかどうかっていう、あと事件ねはい、3、2、1。おー、満場一致ですね。そうね。なんかの動画でもう話したけど、そのトゥルーノースっていうバリューがやっぱ社内にすごい浸透されてて、これねそうそうちょっとずれてんだよね。その真北じゃなくて、磁石と一緒だ。そう真北じゃなくて、本当の北はちょっとずれてるんで、その本当に正しい方向に向かい続けましょうっていうバリューがやっぱ会社の中ですごい浸透されてて、ケースやっててもなんかお客さんにこう出しましょうかみたいな、それって本当にトゥルーノースなの、そのお客さんの本当にためになるの、それともただ言ってんのみたいな感じで、その内部突き上げと内部詰めがやっぱそのワーディングを使って行われるから、そういう意味ではコンテクストに流されてただ言うっていうのが非常にカルチャーとしては少ない傾向にあるっていうのはそうかもしれない。金瀬さんはあれですよね、ちょっと不祥事多いですよね。事故事件が多かそうね、ったですよね。だから事実、報道されている事実ベースでやっぱり事件が多いし、特に US とかそうだよね、オピオイドの事件とか、知らない人いるかもしれないんで、When McKinsey Comes to Town っていう本を読むといいんですけど、鎮痛剤、普通に医療処方をするための鎮痛剤をどういうふうに売り上げを増やせばいいんですかっていう話になったら、あんま良くない広め方になっちゃうじゃん。それをやってましたとか。あとはなんかいろんな政府の案件やってたり、いろいろあるよね。でもマッキンゼーが一番表に出てるってことは、何が原因なのか分かんないけど、でも一番なんか社会的な影響が響くような案件に関わってたのはまた事実なんで、マッキンゼー一番政府案件多いイメージがあって、ベインとかって政府案件本当に少ないの。少なくとも東京オフィスだと俺はいる間は聞いたことなくて、南アフリカの不祥事の話とかはあったけど、政府案件の分布的に多いから、そうなった時になんかやばい不正案件は被害者よりもなんか政府が多いんじゃないかなっていう仮説は俺の中では。補足すると日本の政府案件はあんまないんだよね。そうなんだ。むしろ BCG の方が多いぐらいで。BCG の方が多い。日本の政府が払ってくれるその金額だと、マッキンゼーが出してるこの値札にヒットしないから、多分全然案件としてないから、だから日本の政府案件やりたいならマッキンゼーじゃございません。なんだろう、その政府によって多分日本の政府って多分その邪悪な案件を多分コンサル会社に任せてないと思う。確かにね。そうででも、BCG でも例えば BCG ってサウジアラビアの政府案件は業界リーダーなんで圧倒的にでそこ浸透してて邪悪なんですか。邪悪なのは多分俺は見たことないけど守ったそれはそもそもそのサウジの国王の独裁が邪悪かと思っているかの定義から変わると思う。例えばアメリカではすごく BCG サウジの王子様のためにこういう仕事やってますよっていうのは、でも仕事の内容を批判されるわけじゃなくて、その王子様のために働いている人自体が邪悪っていうブランディングされてる。でも実際最近話題になったのがネタニヤフさんアラムナイじゃん、卒業生じゃん。で彼がガザ地区の戦後の対応をどうするかっていうのを BCG に頼んだっちゅう記事を見たことあるので、今ちょっと話題になってる途中なんで実際思想は知らないけど、でもそういうのがコンサルファームには常にねちょこちょこ出てきてるっていうのがこの業界の実際裏かな。構造的な問題でいくと、案件がすごいパートナー依存な気がする、マッキンゼーって。なんかベインとかってやっぱそのチームパートナーでもちろんそれぞれのクライアントリレーションシップベースに取ってきてるんだけど、なんかチームでなんかいろんなものを回してるイメージがある、トップ層が。でもマッキンゼーとか、BCG は多分中間ぐらいなのかもしれないけど、要は一人で勝手に取って一人で回してガタ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 ってこう独走できるイメージがある。なんか個人商店だもんね、だからね。そう。あとベインはね、僕印象的だったのがドバイにいた時、俺ドバイオフィスにトランスファーしてて、当時ベインが一番ちっちゃかったんだけど、ちっちゃかった理由はマッキンゼーと BCG はとりあえず政府案件を取りに行ってた、サウジも UAE も。だしベインは我々政府案件やりません。かっけー。中東なのに政府案件やりません。何するの？すごいね、本当に。何するんだろう。そうだね、何してるのそこはすごい、ある意味ハイインテグリティなのか、それからもうそのジオポリティカルな側面に巻き込まれたくないっていう姿勢なのか分かんないけど、結果としては、ね、そういうグレーなプロジェクトに絶対関わってないと思う。最も魂を売ってないファームはどこかの、ファイナルボーティングいきますよ。いきます。3、2、1。これはもうね、そうです。そう思います。ハイインテグリティ、一番ブラックで一番ハイインテグリティおー、いいね素晴らしいじゃん。いい仕事してますねガチムチ勢のみ
じゃあ7個目最後の質問いきますね。もう一回戦略コンサルティングファームに入るならどこに入る？いきますよ。はい。はい、3、2、1。おーここはね、ここはローヤルだそうね。バイアスですね。バイアスですね。自分のやってきたことを証明したいっていう。でも一方でベイン、マッキンゼーでも全然幸せで楽しく過ごせたような気はする。不満なかったよ。なさそうな気がするな。仕事内容的にはね、どれも結局同じっちゃ同じだけど、微妙なやっぱカルチャーとかさっき言ったケースの種類とか、違いはあるものの根本的には本質的には同じもやってるからね。まあだしね、そもそも全部入れるんですかって話があって、俺だと採用の時にボスコン受けて落ちて、ベイン受けて落ちて、で最後マッキンゼーだけ引っかかったみたいな感じなんで、選べるなら別にどこでもいいんじゃないって、入れたらどこでもいいよ。そういう意味で俺も受かったのベインだけだったし。あ、そうなの。まだそうだね。そうすごい幸せなね選択で、結局だからみんな選ぶのはこう今日話した内容もすごい大事だけど。多分新卒で今マルチパルオファーコールしてる人ってどの会社が AI に対策が一番優れてるのかって考えてないと思う、結局選択するのは、自分がその選考の過程で触れ合った人たちがどのぐらい気に入ってるのか、カルチャーフィットが良さそうなのか、そういう観点で多分みんな結局選ぶんじゃない？ノリです。ノリです。簡単に言うとフィーリングだね。フィーリングバイブス大事。ということで結果はですね、マッキンゼー3点、ベイン2点、BCC1 点ということで最強のファームはマッキンゼーこれでいいのかな。これあくまでもエンターテインメントという形でやってるんで、本当にどこが一番いいかっていうのは割と入った人によって大きく違うし、さっき言ったバイブスとかフィーリングで実際にいろんな人と会って話してみてどこがいいかなっていうのを自分の目で見て決めてもらえるといいので、あくまでも参考として本日のお話は聞いてもらえるのはいいと思います。はい、はい、ということで今後もこういう感じでオフレコトークでですね、コンサルの話、AI の話、ビジネスの話をしていくので、興味ある人は登録といいねお願いします。お願いします。それではまた。